有名インフルエンサーをつけるだとか、誰が売ってるからみたいな、そういった訴求が一番早い気がしますよね。利用系のイベントを企画しながらご提案させていただけるの、バズる可能性はあるキャラクターをリアルイベントでもこのキャラクターを知っていってもらった方がすごくいいんじゃないか。NMN のすごいところは、飲み続けることによって生産性のある体と精神を持ち続けられるから、生産性のある体といつでも物事をはっきりいろいろ見極められる精神を持ってたら、世の中の今実際起きてる問題がなくなるんですよね。3年間それを販売されていかれてる中で、今現状のその悩みっていうのはどういうところにあるんですか？これを塗ったからすぐ即次の日にオイルやなんかのようにツルツルしますねっていうことではないわけなんですね。時間のかかる部分の中で最初に NMN を摂取したいという気持ちを持ち続けられる方が結果的には結果を持てるんだけども、私からするといや短気な人が多いんですねって感じ。まずはこの糸井社長のこのキャラクターだったり思いとかを直接設ける場があるといいのかなと思ったので、私の方で何かご一緒できるのであれば、なんかイベントとか利用系のイベントを企画しながらご提案させていただけるのがすごくいいんじゃないかなと。素晴らしいですね。リアルイベントでもこのキャラクターを知っていってもらった方がすごくいいんじゃないかなと。私も今日お話聞いてすごく興味を持ったので、ありがとうございます。商品とかサービスが素晴らしいっていうのはとても重要なことではあるというふうに思うんですが、素晴らしくて当たり前なんですよね。世の中に知ってもらうことによって何がしたいんだっていうことをまずコンセプトとしてしっかりと打ち出された方がいいんじゃないかなというのがまず1点かなと思います。サイト、要は販売方法、マーケティングにその思いをしっかりと載せられていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。近年いろんなSNS が出るようになってポッと売れてポッとなくなる商品やサービスっていうのがめちゃめちゃ多いんです。マーケティング手法だけで売れていく商品やサービスっていうのはポッと売れてポッとなくなってしまいます。それを継続していこうと思うときに何が大切かっていうと、販売してそのご自身の企業が大きくなって、それでどうしたいんだと、社会にどう問いかけたいんだっていう社会の大義っていうものをしっかりと企業として打ち出されると、長く続く企業さん販売商品になるんじゃないかなというふうに感じました。2C に向けた販売をしていくとすると、面倒くささみたいなのがちょっと一定のネックになってくるのかなっていうのは思ってまして、エステサロンとかでは少しこの良さ、粉にすることに関しての良さに気づき始めてるっていうところがあったかと思うので、エステサロンとかサロンさんに対しての卸の方がすごいフィットするのかなっていうふうに思いました。弊社も卵巣年齢検査キットっていう女性の卵子の残りの数が分かる郵送検査キットを販売しているんですが、サロンさんに卸したりとか、あとは薬局に卸したりしてるんですね。全国的にしていますので、なのでそういった先をご紹介するみたいな形でコラボレーションできたら早く販売の展開ができるのかなっていうふうに思いました。粉の良さをすごく説明してくださったので、それをサロンさんの販売員の方にちゃんと説明してあげて、その方々が一人一人説明できるような状態を作ってスケールさせていくっていうのも少し面白いのかなと思います。まず最初に伊藤社長のキャラクターのファン作りNMN 自体は知ってる人は知ってるというところもありますけど、結構もう有名にはなってるじゃないですか。後から商品をついてくるっていう形で、伊藤さんのこのファン作りっていうところからまず社長のファンを作るっていうところを一つのテーマに、いろんな人との面接、こういった形もありますけれども、そういったところのファン作りのサポートっていうのをやらせていただいているので、そのあたりでも組ませていただけると面白いかな。面白いですね。僕自身ライフスパンっていう本に NMN っていうのが書いてあって、すごく興味を持っていました。世の中にいろんな商品がある中で、どれを選べばいいかわからないっていうとこだったんですけど、いい商品だなと思いましたし、使ってみたいと思いました。ただ一方で日本人の性質なのかわからないですけど、やっぱり最先端の技術は拒否されてしまう傾向があるのかなって、その怪しさをいかに
下げるかっていうのがマーケティング上僕は重要だと思いました。3つ我々の会社でできるご提案がありまして、1個目はちょっとかぶっちゃうんですけども、糸井さんのパーソナルブランディングといいますか、SNS のフォロワー増やして皆さんに発信できる存在になっていただくと、それ一つかなというのと、我々の中に PR チームがおりまして、いろんな媒体とつながってますので、糸井社長をしっかりまた商品をですねしっかり出していけるかなと思います。3点目はインフルエンサーであるとかお医者様とか LP の中にそういう方のコメントを入れてみるとかですね、そういったところはサポートさせていただけるかなと思います。はい、5年6年7年のこの長きにわたっての臨床検査の結果がもう如実に現れたんですよ。今こそ一般の方たちに自信を持って進められる時になったなと思ったんですよ。リボンビューティーなんですが、おっしゃってくださったように都会的でとてもスマートにできてるんですね。で、私もとても気に入ってる。自分がほら野暮なんでスマートでいいなと思ったんですけども、世の中にこれを広めて、そして拡散したい、そして使っていただきたい、これが最終目的ですから、非常にいい形で年を重ねられる、そういう世の中になってくれたらいいなということが最初目的ですよね。お客さんっていうのは基本素人なんですよ。ご飯屋さんにしてもファッションにしても分からない中でお客さんは選択されるっていうのが商売の基本だというふうに思われた方が絶対いいと思うんですよね。当たり障りのないことだけを言っても多分お客さんっていうのは他とのその選択肢です。差別化がなくてそれを選ぶという決断に至らないんで、コンセプトまとめられて販売方法をもう一度見直されたらバズる可能性はあるキャラクターをされてると思いますよ。NMN ってパッと見この文字だけが先行しちゃって細かい違いってあんまり分かりにくかったりするじゃないですか。だからやっぱり有名インフルエンサーをつけるだとか、なんかそういう誰が売ってるからみたいな、そういった訴求が一番早い気がしますよね。僕がここ5年間でマーケティングのお手伝いをさせていただいた農家さんがあるんですよ。レストランに行った時にサラダの中にカットしたトマトが入ってたんですよ。すごい美味しいなと思ってここのトマト何って言ってそこの料理人さんから教えてもらって紹介いただいて知り合った農家さんがいるんですよ。売上でいうとトマト500万ぐらいで今年4000万ぐらい売上上がってるんです。5年間で僕がマーケティングし始めてね。でその時何をしたかっていうと僕の行きつけの美味しい有名なレストランにひたすらトマトをプレゼントしたんですよ。料理人さんや店長がすごい気に入ってくれて美味しいなと。食事の時にする話題って食事が多いんですよ。でその話題の中でトマトが出るんですよ。でそうするとそこから購入者がめちゃめちゃ増えるんですよ。今多分日本一購入できないトマトになっている。だから生産量全部売り切れちゃうんでエステサロンなのか何なのかってそういう影響力のある人たちに無料でもプレゼントしていかれるのが一つの方法としてはいいんじゃないんですかね。注意しないといけないのは無料でプレゼントをして使っていただいてでそこで反応がなければそれってその商品の問題なんですよ。本当にいい商品なのであればそこで必ず反応と諸々が出ます。確かに化粧品なので即効性があるものだけじゃないっていうのは当然分かってるんですよ。でもその問題点をクリアするようにやっぱり影響力のある人にそれを送り続ける。そうするとやっぱりねどこかの話題で出ますよ。その話題で一言ポロッと出たことっていうのがやっぱりきっかけになるんできっかけ作りっていうのを商品に自信があるのであればねいろんなところにばらまかれるのも一つの手じゃないかなというふうに思います。一度講習会を開きたいですね。例えばインフルエンサーさんがお話しするにもある意味私の方がまだ知識があるのでその知識を伝えてそれを間違いのない形で広めていただきたいという、それは思いはありますね。インフルエンサーを集めて講習会をされるっていうのはとてもいいアイデアだと思います。先ほど小倉社長がおっしゃってたようにそこから広がっていくっていうこともあると思いますので糸井社長のお考えの整理みたいなのが言語化されていなければそれを事前にした上で講習会するとかインフルエンサーの方に依頼をするっていうこの前段階とかもぜひサポートさせていただきたいなと思いました。
試薬からやっぱり飲んできてますので、多分日本では NMN を飲んでる期間は長いと思いますね。飲んだ期間の長い私がどのように変化していったか、長く飲んだ NMN の結果で今の75歳の私がここにいますっていうことが説得力があるんであれば、それは大いに使っていただきたいなとは思います。今日お話を聞いて一番感じたのは、私は NMN の知識はあるけれども売る知識はないなと切実と感じておりますので、そういったものはプロの方にお任せするべきかなとつくづく感じました。は知ってましたね。何年か前に、友人が販売を開始したということで、成分とかは聞いていたので、それこそ親にプレゼントしたりとかっていう形ではやったことありますね。商品としては非常にいい。だけれども、それの販売となるとやっぱりもうレッドオーシャン化してるわけですね。何か一つポンと立てるとしたら何かというと、多分キャラクターですよね。この人が売ってるから買う。そういった状態にしていくと、多分販売としても長くなっていくし、NMN といえば糸井社長。NMN っていう名前は聞いたことあったんですけど、全然購入したこととかはなくて、使ったことはなかったです。そうですね、なんかこう NMN の商品ってイメージサプリとか、あと導入美容液とかはあるのは知ってたんですけど、こういった粉のものがあるっていうのは全く知らなくて、で粉の方が導入しやすいというか成分が取りやすいみたいなお話も今日あったので、すごく良さについて糸井社長から直接聞けて、すごくいい機会になりました。商品を売る時って基本的にお客様の意見をまず聞くっていうのをすごく大事にしていて、お客様に話を聞いてもらって、それから改善ポイントを探していくのが一番いいのかなと思います。そうですね、やっぱりなんか皆さんのお話を聞いてて、売る人と商品を作る人って全く別物なんだなって、ビジネスの本質を再認識させられたなと思いました。はい、いやパッションはやっぱりグッとくるものがありました。すごく商品自体も良さそうでしたし、私もやっぱり美容にはすごく興味があるので、何かしらの形でお手伝いできないかなっていうのをすごい熱い思いを聞くとよりそう感じましたね。はい。そうですね、キャラクターが面白い方で面白いんじゃないですか。確固たるお願い事が何なのかっていうのがもうちょっと明確になれば、来てる人たちっていうのはそれに対して答えを出しやすいのかなというふうには思いますね。どういうマーケティングをやりましょうよと。例えばそれが YouTube なのか TikTok なのか Instagram なのか Twitter なのか、その他のやり方なのかっていうところに話がもうちょっと落として深く掘っていければ、面白いんじゃないかなというふうに思いましたね。糸井社長非常に面白いキャラクターを思われているので、彼女のそのキャラクターを活かせるようなマネジメントできる企業さん、もしくはスタッフさんを一人入れられるだけで本当に変わってくるというふうに思いますね。頑張ってください。そうですね、糸井社長が熱い気持ちを持って商品作られてたので、何かしらご貢献させていただきたいなと思ってました。そうですね、やっぱり大衆なものすぎちゃってあんまり差が出ないようなものとかだと、難しい、もっと簡単に言ったら SNS 上に情報が溢れてるものをさらに差別化を出していくっていうのは難しいと思いますけど、NMN はまだ少ないと思いますので、そういう意味だとチャンスなのかなと思います。はい。